れが私たちの寮なんですね。すっげー、我が家がすっぽり収まるよ。見て見て志保、このリビングだけでうちの10倍はあるぞ。うちのリビングはもっと広いでかい仏像が置いてあるけど。それ実家のお寺の本堂じゃない？リビングって言わないよ。じゃあまね、インテリアについて提案があるんだが、ここに大きな仏壇を置くのはどうだろう。ジャーマネの写真を飾ってもいい？本当に志保の家になるじゃん。自分も嫌だよ。冗談、置くわけない。ああ、そっか。他のメンバーもこの寮で一緒に生活するんだ。友達だけどライバルってことですね。ところで風呂ってどうなってんの？すっげー、部屋にシャワーがあるなんて贅沢。マネージャーさん、私共同生活って初めてなんです。いろいろとうまくいけるか不安で。みんなそうじゃない？ねえ。自分はそう思わないな。兄弟が5人いるからあんま変わんない。それは家族でしょ。他人と暮らすのが初めてって意味。なんていうか、うまくやっていけるかちょっと不安で。ルールってもしかしてすごく厳しいとか？冷蔵庫の自分のものには名前を書く。人のものを食べたら死刑。めちゃくちゃ厳しいじゃん。お葬式はぜひうちの寺で。気をつけなきゃ。他にはどんなルールがあるんですか？ん？誰だろう？こんにちは。どう？寮は気に入ってくれた？リオさん、はい、とっても素敵です。それはよかった。部屋の方も見たの？オッケー。じゃあみんな私についてきて。ここが私の部屋か。自分の部屋っていいですね。ほのかちゃんは素直ね。私も嬉しいな。何を置こうかな。ランニングマシンはここに置いて、ここら辺にダンベル置いて、それから夢中になっちゃったわね。そうですね。いいなあ、部屋見るの楽しみ。フローリング。じゃあ次はしほちゃんの部屋を案内するね。了解。どう？綺麗な部屋でしょ。またもやフローリング。できれば和室が良かった。贅沢言わないの？もしかしてベッドより布団派？布団派というよりこたつ派。こたつで寝るってこと？
寝るだけじゃない。こたつで生活する。部屋から出なくなりそう。夏はどうするの？夏はハンモックに決まっている。そこはバケーションなのね。まあここはレッスンに集中するための寮生活なの。とりあえずこたつとハンモックは禁止。やむを得ない。致し方なし。次は次はマイカちゃんの部屋。よっしゃ。ここがマイカちゃんの部屋ね。憧れの一人部屋。一人当たりの部屋ってこんなに広いんですか？そうよ、贅沢でしょ。贅沢すぎて泣きそうです。気に入ってくれた？もちろんっす。めちゃくちゃ気に入りました。弟たちの喧嘩の声が聞こえないのは寂しいけど、最初はちょっとホームシックになるかもね。でもこの部屋で頑張って早く一人前の声優になる。そして弟たちに広い家をプレゼントするんだ。いいね、その意気だよ。よし、頑張るぞ。じゃあ最後は春菜ちゃんの部屋。ご到着。ここが春菜ちゃんの部屋だよ。ってちょっと春菜ちゃん、どうしたの？目がうるうるしてるよ。すみません。部屋を見たら胸がいっぱいになって。もしかして感激しちゃった？それとも和室が良かった？ランニングマシン欲しくなった？いえ、いよいよ始まるんだなって思って。夢を叶えるための新しい生活が。ここからがスタートだよ。よーいドンってね。私全力で走ります。一生懸命頑張ります。もし転んじゃってもすぐ近くに助けてくれる仲間がいる。それが寮生活のいいところだよ。きっと何度でも立ち上がって走ることができます。と春菜ちゃんが言ってたわけよ。あの言葉、まさきさんに聞かせたかったな。きっと寮を作ってよかったと思ったはずよ。それぞれ部屋を掃除してる。そろそろ家具とか荷物が届くはずだからね。あ、来た来た。はーい。よし、片付け終えたーっと。荷物少ないから楽だな。マネージャー、無事終わりましたよ。ないない、全然平気っす。そうでもないですよ。自分の分のご飯も食べれるし、部屋は広くなるしで逆に大喜びっす。まあ親はちょっと寂しそうでしたけどね。うち出る最後の日に珍しくお父さんがラーメン作ってくれてさ、自分が大好きな具沢山特製ラーメン、すっごいうまかったな。マイカどうした？
早くもホームシックか？志保？別に目にゴミが入っただけだし。今時そんな古い言い訳するやついない。とりあえず荷物は搬入した。あとはおいおいやる。ジャーマネに聞きたいことがあってきた。この禁止事項についてだ。部屋で火を使用することについて問題があるのか？火？何すんの？部屋で料理でもするつもり？ファイヤーダンスが毎日の日課だから。寮を燃やす気か志保。冗談に決まってる。単純なやつ。うっさいな。志保なら不思議じゃないと思ったの。お香を焚こうと思って。ルームフレグランス。匂いが嫌な人いるんじゃない？服にだってつくし。大丈夫。みんなお香の香りは大好きだ。いや、お香の香り好きな人なんているの？あ、もしかして今流行りの柑橘系とかローズの香りとか？お香に変な香りを足すな。志保的に邪道なのね。なぜだ？お線香の香り嫌いか？いや、嫌いじゃないけど、でも変じゃない？若い女の子が服からお線香の香りさせてんだよ。変じゃない。みんなほっこりする。ほっこりするのはお年寄りだけでしょ。年寄りをバカにしてるのか？もちろんリラックスするため。志保は実家がお寺だからリラックスできるかもしれないけど。じゃあいい。諦める。じゃあいい。諦める。本当か？マイカ、いいか？まあ今日だけなら。春菜やほのかにも聞く。ついでに聞くが、リンを鳴らすのはダメ？リンって何？仏壇の前にあるチーンって鳴らすやつ。それはやめて。マネージャー、片付け終わりました。運動器具とか健康グッズが結構多くて、通販番組でいいなって思ったらつい買っちゃうんですよね。腹筋を鍛える機器とかフィットネスマシーンとか。無駄遣いすることなんてほとんどないんですけど、運動器具だけは我慢できなくて。一応入りました。ただ寝る場所がなくて困ってます。そうしようかな。昨日バランスボール5個も買っちゃったし。明日か明後日にはここに届くと思います。みんなにプレゼントしようと思って。あ、もちろんマネージャーの分もありますよ。体幹を鍛えるにはどんな時もバランスボールに乗るんです。仕事中とか勉強中とかテレビ見てる時も。でもまあ部屋が狭くなるかな。そうだ、ベッドをなくしてバランスボールで寝ればいいんだ。
て。廊下にダンベルが置いてあって、それにつまずいちゃいました。やばい、出しっぱなしだった。春菜ごめん、すぐ片付ける。それじゃあ私は部屋に帰りますね。ちょうどさっき終わりました。部屋で食べようと思って。いやー、ごめんごめん。片付けてきたからもう大丈夫。あれ、春菜、キャベツ買ってきたんだ。急に食べたくなって。丸々一つ食べるの？しかも部屋で？一人で？そうなの。最近野菜不足だから。そうなの。最近野菜不足だから。いや、何も隠してないです。失礼します。わかりやすい反応だな。はい。中から話し声が聞こえる。誰かと電話でもしてるのかな。あ、鍵が開いてる。春菜、入るよ。春菜、何してんの？ほのかちゃん、マネージャーさん、いつからいたんですか？それってもしかして。カメって言わないで。いやいや、これカメでしょ。ほのかちゃんだって人間って呼ばれたら嫌でしょ。この子には亀井さんって名前がちゃんとあるの。亀井さん？そうだよ、亀井さん。見て、年上っぽい顔してるでしょ。カメってみんなこういう顔してますよね。いつもは専用の餌をあげてるんだけどね。たまにはキャベツが食べたいよって言うからさっき買ってきたの。でもなんで亀井さんを連れてきてるの？寮はペット禁止って紙に書いてあったじゃん。亀井さんはペットじゃない。私の親友です。私ね、いつも悩んだりしたら亀井さんに相談するの。亀井さんになら何でも話せるの。ほら見て、どこか哲学者みたいな顔してるでしょ。亀井さんがいないと私どうしたらいいのか。わかった。マネージャー、この寮のみんなが OK したら亀井さんの同居を許可してくれますか？ほのかちゃん、協力してくれるの？私も犬飼ってんの。小さい頃からずっと一緒でさ、すっごい可愛がってたから気持ちはわかるよ。ほのかちゃん、マネージャーさん、ありがとうございます。亀井さんも喜んでる。そうだね。亀
亀井さん？誰それ？なんていうか、春菜の親友？だってペットって言うと怒るんだもん。その春菜の親友の亀井さんがどうしたの？春菜、自分の口から言いなよ。私の部屋で一緒に住んでもいいかな？わあ、春菜の部屋で一緒に住む？二人とも違うの。亀井さんは親友だけど人じゃないの。まさか春菜が脳内で作り上げた想像上の親友。想像じゃないよ。私の悩みを聞いてくれてアドバイスだってしてくれる。いや、そういう気がするってことだよね。顔に刻まれたシワを見てるだけで私にはわかるの。もしかしてかなり年上？でも正確な年齢はわかんない。一説によると1万年くらい生きるって言われてる。1万年？どういうこと？じゃあマネ、春菜は大丈夫か？これ以上わかりやすくってどう言えばいいんですか？ああ、もうややこしい。亀井さんは亀なの。春菜の親友の亀。だから亀じゃないよ。なんだ、亀のことか。びっくりした。つまりカニエさんというカニが春菜の部屋にいると？カニエさんじゃなくて亀井さん。カニじゃなくて亀ね。でもペットは禁止じゃなかったっけ？ペットじゃなくて親友だそうです。鶴田さんは親友だから部屋で飼うのを許してほしいと？亀井さん、志保わざと言ってるでしょ。自分は大丈夫だけど亀とかヘビとか別に平気だし。質問だが、その亀井さんとやらは凶暴か？凶暴なんかじゃない。おとなしくていい子だよ。時々自由を求めて走り出すけど、なら私も許す。やったー、みんなありがとう。春菜、よかったね。でもさ、これからこういうことがあった時、なんつうかまとめ役みたいな人が必要だよね。みんなのリーダーってこと？マネージャーがいつも寮にいるわけじゃないし。確かにリーダーは必要かもね。本当ですか？ありがとうございます。これで新しい寮でもずっと一緒だね、亀井さん。こらー、ほのか。なになに、どうした？ほのかでしょ。ゴミ箱にリンゴ捨てたの。リンゴってこのリンゴの芯のこと？よく見て、まだ食べれるじゃん。もったいない。いや、これ以上は無理だよ。食べれるよ。芯だって頑張れば食べれるのに。マイカちゃんの声が聞こえたんだけど、
何かあった？春菜、ちょっとなんとかしてよ。マイカがリンゴの芯捨てたのに怒ってて、なんか言ってることめちゃくちゃなの。めちゃくちゃじゃないよ。ほんとこういうの我慢できないの。マイカちゃん、ちょっと落ち着いて。そういえば私も聞きたいんだけど、私のプロテインシェーカーに花飾ったの誰？私が飾った。しほちゃん？花あった方がいいかなって思って。だからって私のプロテインシェーカーを花瓶にすることないじゃん。いらないと思った。その辺にポイって転がってたし。ちょっと片付け忘れただけでしょ。このシェーカーは命の次に大事なものよ。命の次に大事なのに片付け忘れるのか。うるさいな。しかもなんで菊の花を飾るの？落ち着く。落ち着かない。勝手にシェーカーを亡き者にしないで。ならばこっちも問おう。冷蔵庫のプリンを食べたのは誰だ？プリン？私は知らないけど。あれシホのだったんだ。名前書いてないからマネージャーからの差し入れかと思って食べちゃったよ。しほちゃんの名前書いてなかったの？書いてなかったよ。星印が逆さに書いてあった。星が逆さでしほ、そのくらいわかれ。そんなのわかんないって。名前を書くルールでしょ。わかんないから勝手に食べるのか？何よ、しほが悪いからね。名前書いてないんだから食べられても文句言えないよ。だいたいあのプリン昨日からあるじゃん。その日のうちに食べないとこうやって食べられるの。わかる？マイカの家と一緒にするな。今日食べるために昨日買った食べ物の恨みは怖いぞ。何？やるの？力なら負けないよ。ちょっとみんな喧嘩はやめて。二人だけで喧嘩しないでよ。私のプロテインシェーカーだって被害者なんだからね。ほのかちゃん？マネージャー、まさきさんの話って何かわかります？わざわざ呼び出すくらいだし、よほど重大な話だろう。大きな仕事が入ったとか？もしかして私たちとんでもない案件に大抜擢されたのかも。そんな都合のいい話ないでしょ。何よ。二人とも落ち着いて。一理ある。いい話とは限らない。冷静に考えれば逆の可能性が大きい。逆って悪い話ってこと？まさきさんに怒られるとか？まさかあれのことかな。マイカちゃん、なんか心当たりあるの？いや、大したことじゃないんだけどさ。正直に言え。いや、こないだ街でティッシュ配ってる人がいてさ。あれって無料でティッシュもらえるじゃん。だから何度も行ったり来たりしてたくさんティッシュもらったの。そしたらいい加減にしてくれって怒られちゃって。マイカはバカだな。
きっとそれで事務所に苦情の電話があったんだ。確かにバカね。だって無料だよ。もらうでしょ普通。限度がある。ティッシュなんて高いものじゃないから、たくさん欲しいなら買った方が早いと思うけど。そういうほのかだって何か心当たりあるんじゃないの？私はそんなこと。もしかしてあのことがバレたんじゃ。引っ越しの時ダンベルを寮の玄関ドアにぶつけて傷つけちゃったの。寮は社長の大事なもの。これは叱られるな。春菜も怪我してたよ。あんな危ないもの寮に置かないで。大した怪我じゃないよ。私もちゃんと見てなかったし。何よ二人して。志保だって悪いことしてないとは言い切れないんじゃないの？まあ強いて言うなら社長は不動明王と言ったことくらい。父親にどういう人かって聞かれたから仏像に例えた。志保が一番悪くね？それ一番ヤバいじゃん。悪口ではない。不動明王は偉大だ。いやでも怒られる心当たりだったってことでしょ。だから違うと言っている。悪口じゃなかったら何？褒め言葉でも嬉しくないよ。みんな落ち着いて。まだ悪いことして怒られると決まったわけじゃないんだから。そんな犯人探しみたいなことするのやめようよ。みんなに集まってもらったのは他でもないわ。このチームのリーダーを決めるためよ。チームのリーダーを決める？そう。これから先チームをまとめていくリーダーが必要だわ。そのためにも今日はこの4人の中からリーダーを決めてもらいたいの。決め方は自由よ。せっかくだからみんなで決めるのもいいかもね。悪い話じゃなかったな。いい話でもないけどね。はい私リーダーやりまーす。ほのかがリーダーとかない。筋トレとか食事制限とかいろいろ強要してきそう。どういうことよ。トレーニングも食事も声優に必要なことよ。はいじゃあ自分がリーダーやる。家ではしっかり者のお姉さんだし自分しかいないっしょ。節約うるさそう。志保はリーダーなんて柄じゃないから立候補しないでしょ。責任感がめんどくさいからな。ほらねやっぱり。じゃあ残るは春菜だけど。春菜は難しそう。みんなを引っ張っていくのは難しいかな。じゃあやっぱり私ね。いや自分だね。春菜喋ってない。どうした？そうだよ春菜、意見言ってよ。ほのかじゃなくて自分のがリーダーに合ってるって。マイカじゃなくて私の方がリーダーに向いてるよ。春菜もマイカに言ってよ。春菜どうした？だってみんな喧嘩ばっかりで私は仲良くやっていきたいだけなのに。春菜。ほのかちゃんは真面目で思っ
なこともちゃんと言えて責任感もあるよね。話をまとめようとしてちょっと空回りしちゃったりすることはあるけど、でも一生懸命に頑張ってると思う。マイカちゃんは兄弟もたくさんいるから意外としっかりしてるし情熱もある。ほのかちゃんやしほちゃんとちょっと喧嘩したりするけど、本当は私たちのことをちゃんと考えてくれてるって思ってる。しほちゃんはいつだって冷静。ちょっとだけ価値観が独特で突拍子のないことも言うけど、でもいざという時には絶対に力になってくれるし、いつだって芯は通ってるって思ってる。みんなそれぞれいいところがあって大切な仲間なのに、なんでこんな喧嘩ばかりになっちゃうのかすごく悲しくて。春菜の言う通りだわ。みんな自分のことしか見ていない。そんな人にリーダーを任せられると思う？なら春菜がリーダーをやるべき。私が？こんなことで泣くくらい気弱だが、ちゃんと周りを見渡せるのは春菜しかいない。確かにそうかも。私は賛成だよ。自分も春菜がリーダーをやるべきだって思う。こんなに自分たちのこと考えてくれるの春菜しかいないし。そんな私には務まらないよ。いや、春菜しかいない。現に今も春菜のおかげでまとまった。そうだね、リーダーは春菜しかいないよ。さっきまでリーダーうるさかったくせに。まあ自分もそうだけどさ。わかった。頼りないリーダーかもしれないけど、私頑張ってみる。うまく押し付けることができた。冗談。私も本当に春菜がいいって思ってる。話はまとまったみたいね。はい、これで心機一転チームとして出発できます。だからなんでほのかが仕切ってんの？もうみんな仲良くだよ。じゃあ今日のレッスンはここまで。お疲れ様。ありがとうございました。終わったどうする？なんか食べて帰る？ほのかのおごり？割り勘に決まってるでしょ。自分パス。引っ越しの片付けがまだ終わってないから。そんなの明日でいいじゃん。それよりほらね。お、何？いや、ファミレスでも行ってさ、みんなで言いたいことあんならはっきり言いなよ。鈍いなあ。さっきほら社長室で社長室って春菜がリーダーになったことと何か関係あるの？なんでそこまで言ってわかんないの？みんなで春菜のリーダー就任をお祝いしようってこと？それが言いたかったの。だったらはっきり言いなよ。わかりにくい。そんな気を使わなくていいよ。
こういうのはちゃんとやった方がいいんだって。改めてみんなの結束を固めることにもなるでしょ。決起集会だな。まあそういうことなら春菜行こうよ。なんかごめんね。こういうのはリーダーの私が提案しなきゃいけないのに。そんなの気にしなくていいよ。リーダーとしての春菜にそういうの期待してないから。いちいち謝ってたらキリがない。そうだよね。マネージャー、どうしたんですか？後でマネージャーもファミレス来たら？春菜がリーダーになったお祝いをしようと思って。ということはジャーマネのおごりだな。やったー。それじゃあ行くか。ごめん、先行ってて。後で追いかける。わかった、いつものファミレスね。ええ、みんな優しくてよかったです。その割にはなんだか浮かない顔ね。今だけじゃない、レッスンの時からずっと元気がなかった。先生、どう思いますか？私にリーダーなんてできるんでしょうか？私もまさきと同じように六石さんはリーダーに向いてると思うわ。そうでしょうか。自分ではよくわからなくて。六石さんはただ優しさだけじゃない。実は負けん気が強いし、すごくガッツがある。そんなこと言われたの初めてです。初めて私と会った時のことを思い出して。初めてのレッスンのことよ。初めてのレッスン？あなたたち、レッスンを始める前にまず言っておくことがあるわ。声優の仕事で生活できる人はほんのわずか。ほとんどの人は声優だけで生活できない。ものすごく狭き門よ。今すぐ甘い考えは捨てなさい。狭き門か。その門をくぐるにはどうしたらいいんですか？声優にとって大切な5つのことを覚えておく必要があるわ。わかりました、メモします。メモなんてしなくていい。脳みそに叩き込みなさい。そこの生意気なお嬢さん、なんだと思う？生意気ってひょっとして自分のこと？そりゃ根性でしょ。眠そうなお嬢さんは？私か。なんだろう。発するお嬢さんは？私ですね。演技力と表現力です。根性、演技力と表現力。そんなの当たり前。あえて言うことじゃないわ。3人とも不正解よ。そこの気の弱そうなお嬢さんは？わかりません。あなたは論外ね。少しは考えなさい。すいません。声優にとって大切な5つのこと。1つ目は声優が好きであるということ。そんなの当たり前。当たり前だと思うでしょう。でも人間は弱いものよ。
辛いことやうまくいかないことがあるとつい忘れちゃうの。なんかわかる気がするな。仲のいい友達でも喧嘩したらつい大嫌いって言っちゃうもん。そんな時どうやって仲直りする？そりゃあ謝るよ。だってその子のこと好きだし。声優も一緒。どんな時も声優が好きだということを忘れないで。わかりました。忘れません。2つ目は言い訳をしないこと。どんな仕事でもできないと言わないことが大切。仕事を選ぶなって？選ぶなとは言わないわ。ただ言い訳は癖になるの。最初にダメな理由を考え始めたら何もできない。それトレーニングも同じです。弱気になったらサボる言い訳ばっかり考えちゃう。そう、まずは何でも前向きに取り組むことが大事なの。分かった？そこの不安そうな顔してるお嬢さん。はい、わかりました。声優に大切な5つのこと。3つ目は責任感を持つこと。まあこれは当然よね。あなたたちはプロの仕事をするの。趣味や遊びじゃないわ。まあそのためにここに来たわけだし。声優とは代わりのいない仕事。その通りよ。あなたの声はあなたしか出せない。そのために普段から喉のケアが大切なの。すぐに加湿器を10台買う。いや、湿気でべちょべちょになるから。じゃあ除湿器も10台買う。だったら買わなきゃいいでしょ。キリカ先生、気にせず続きをどうぞ。4つ目は思いやりを持つこと。周りのスタッフや声優仲間への思いやりね。仕事は一人じゃできない。スタッフや声優仲間とのチームワークが大切なの。ほのか、あんたのことよ。ちゃんと脳みそに叩き込んでね。うっそいな。マイカもそうでしょ。2人も相違なし。でだから2人とも。じゃあ5つ目、最後の1つは何ですか？気の弱いお嬢さん、あなたは何だと思う？もしやる気がないならやめても構わないわよ。今すぐ荷物をまとめて家に帰りなさい。そこまで言わなくても。嫌です。絶対に嫌です。春菜が言い返した。私は絶対に声優を諦めません。だって好きだから。私にはこれしかないから。あなたは自分に才能があると思う？そんなのわかりません。でも信じてます。頑張っていればいつか素敵な声優になれるはずだって、そう信じてます。春菜。声優にとって大切なことの5つ目。最後の1つは自分を信じること。自分を信じる。人に何と言われようが、私は絶対に声優になるんだ、私には才能があるんだって強く信じること。キリカ先生、あなた意外と負けん気が強いのね。ガッツあるじゃない。
これからもさっきの気持ちを忘れないで。ありがとうございます。六石さん、あなたは優しいだけじゃない。心の奥に熱くて強い気持ちを持ってる。まさきも私もあなたがリーダーにふさわしいと信じてる。もちろんマネージャーもね。だから六石さん、あなたも自分を信じなさい。わかりました。私、自分を信じます。まさきさんとキリカ先生とマネージャーさんを信じます。もう迷いません。私、頑張ります。志保、話って何？志保がみんなを集めるなんて珍しいな。やばいことが起きた。やばいことって何？いいこと？それとも悪いこと？めちゃくちゃいいことでもあり、めちゃくちゃ悪いことでもある。怖いな。何？ほら、これ、ここに刮目せよ。何？オーディションのご案内？作品名は魔法少女協会マジックワークス？聞いたことあるな。なんだっけ？昔の作品がリメイクされるんだね。私も小さい頃見てたよ。これみんなで受けてみたい。私たちみんなで？でもな、うちらまだ卵だし。こういうのって活躍してる声優さんたちが受けるんだよね。でもこんなチャンス二度とないかもしれない。このチャンスを逃したら一生後悔する。だったら志保が一人で受けたら？ダメ元で受ければいいじゃん。さっき私はこう言った。これはいいことでもあり悪いことでもある。オーディションがあるのはめちゃくちゃいいこと。でもオーディションに落ちるのはめちゃくちゃ悪いこと。そういうことだったんだ。みんながいれば力になる。みんなで受けたい。そしてみんなで受かりたい。志保がそこまで言うなんて、なんか思い入れでもあるの？まあ多少。このアニメに私は救われた。救われたってどういうこと？別に大したことじゃない。昔は無口で暗かったのがこのアニメを見て変わったってだけ。いや、大したことじゃん。もっと詳しく聞かせてよ。私も聞きたいな、志保ちゃんの昔の話。仕方ない、話してやる。昔の私は誰かと話をするのが怖かった。怖かったってどうして？寺の娘なのにこんな声だし、変な声だと笑われたこともあった。志保ちゃん。そんな時に出会ったのがマジックワークス。出てくるキャラがみんな変なやつばっか。でもすごく自信があった。変なのになんでこんなに自信があるんだろうって最初は不思議だった。でもその変な部分が個性だったり
魅力の一つだって気づいた。それを理解してから私も堂々としてればいい、そう思った。だから私はこのオーディションにみんなと出て、みんなで受かりたい。それで今のキャラになったってことか。別にキャラを演じてるつもりはない。そのままでいるだけ。でもわかるな。アニメって私たちを救ってくれるんだよね。声優になったのもそれが理由。私みたいなやつにありのままで大丈夫って言ってやりたかった。わかった。このオーディションみんなで受けよう。そうだな。志保のためにもいっつやってみるか。やるからには絶対に受かろうよ。それじゃあマジックワークスのこともっと教えて。レッスンも大事だけど作品の勉強もしなくちゃ。任せろ。作品のことなら何でも聞いてくれ。キリカ先生にも頼んで猛特訓してもらおうよ。マネージャーさんにも相談して許可もらわないとね。そうと決まれば善は急げ。行くぞ。待ってよ、志保ちゃん。魔法少女協会マジックワークスか。それなりに他の応募は多いと思いますが、どうします？いいんじゃないかしら。それにしても志保がね全員合格なんて実績のある大手プロダクションでない限り難しいと思うけど。それにこれまでずっとオーディションを落ち続けてたから、また落ちたら精神面でちょっと心配だな。そうね、モチベーションが上がっているっていいことじゃない。そもそもオーディションに落ちて気持ちが落ち込むことなんて誰しもが通る道よ。結果がどちらに転んでもきっと成長につながると思うわ。そうですよね。まさきさんがそう言うなら私も引き続き彼女たちのサポートをしていきます。よろしくお願いね。それとマネージャー、あの子たちに一層レッスンに励むようにと伝えてくれるかしら。まさきさん、夢を打ち砕かれるショックは大きいと思いますよ。私はそれが心配で。私たちは卵を集めた。その卵の殻にひびが入った。今その音を聞いた気がするの。リオ、見届けましょう、彼女たちを。それとマネージャーも。はい、そうですね。見届けましょお疲れ様です。なんだかマネージャーさん嬉しそうですね。ほんとだ、なんかちょっとキモい。しかも汗ベタベタだし。近寄ってくるぞ。逃げるか。本当ですか？その挑戦受けて立つ。志保、やったね。私も今日からプラス20キロ追加で走り込もうかな。ほう。
ちょっと志保、何動揺してんのよ。むしろこれからなんだからね。そうだったな。はい、頑張ります。当たり前じゃん。任せろ。全力疾走走り切る。さあ今からみんなでランニングしよう。それはほのか一人でやって。でもなんだか燃えてきた。このオーディションみんなで勝ち取るんだ。マネージャーさん、こんばんは。大きな声を出さないでください。マイカが電気つけちゃダメって言うから。寝れないですよ、こんなに早く。じゃあマネ、助けて。マイカちゃんが電気代もったいないから9時に消灯だって。他の子もいるのに。他にもお風呂のお湯は30センチしか溜めちゃダメだって。寝転がらないと肩まで疲れないんです。正直惨めな気持ちになる。シャワーでもいいんですけど、やっぱりお風呂に入りたいですよ。冷蔵庫の開け閉めが多いとすごい怒られるし。冷蔵庫の中身もチェックされて余計なもの買ってると怒るし。最近急に火がついたように生活について言ってくるんだよね。オーディションみんなで頑張ろうって決めてから。そうだね、チームのためにやってくれてるんだろうけど。でもこれはやりすぎ。言ってもダメ。聞く耳を持たないですよ。書類ってこれですか？暗くてよく見えない。わかりました。つけます。何してるの？もう9時過ぎてるよ。マイカ、いや、マネージャーがつけろって。マネージャー困るよ。ルールなんだから。自分たちはまだ声優の卵なの。贅沢をしていい身分じゃないよね。節約はほんの少しの気の緩みから崩れていくの。少しぐらい我慢してもらわないと。自分はチームの一員として贅沢を許さないっていうか、寝ちゃえばいいじゃん。どうせ暗いんだし。おやすみ。ね、聞く耳持たないでしょ。じゃあマネ、なんとかして。ほのかちゃん、こんな部屋の隅っこで何の話？マイカのことよ。暴走してること。いつまであの息の詰まる生活をすればいい？でもマイカちゃんに言っても聞いてくれないし。一人でダメならみんなで団結しようよ。みんなで力を合わせればマイカに勝つことだってできる。断固として我々の要求を突きつけよう。
我々の要求ってマイカにはこの生活をやめてもらう。我々でクーデターを起こすしかない。クーデタ文化的で自由な生活をこの手に。ー？なんか物騒じゃない？まあ志保はちょっとわけわかんないけど、でも甘いことやってたら何も変わらないよ。その通り。もうすぐマネージャーも来るから、どうやってマイカに話したらいいかみんなで計画を立てよう。でもどうしてマイカちゃんはあそこまで節約にこだわるんだろう。こらこら、あんまりわがまま言わないの。あれ？マイカちゃんの声。誰かと電話しているのか？だって今月はコウタに誕生日プレゼント買ってあげないといけないでしょ。それ考えるとあんまり贅沢はできないの。トールもお兄ちゃんだからわかるよね。みんなで生活してるんだから力を合わせていかないと。頑張ってよ、お兄ちゃんなんだから。マイカ、実家に電話してるみたい。なんだかしっかりしたお姉ちゃんって感じだね。自分も節約にはちゃんと気使ってるからさ。売れてビッグになるまではちょっとだけ我慢しててよ。なんか兄弟にも私たちと同じこと言ってない？まるで我々が兄弟みたいな扱い。そうだよ。マイカちゃんは私たちのこと家族だと思ってたんじゃない？だからあえて厳しく接してくれてたのかも。なるほど。マイカが節約にこだわる理由はこれか。マイカちゃん、私たちのためにああやってくれてたんだね。それなのに私たちはなんかマイカのこと悪いとも思えなくなっちゃったね。むしろ私たちがわがままだったのかも。だって私たち声優の卵だもん。もうちょっとだけ節約頑張ってみよっか。そうだね、みんなで生活してるんだもんね。私はマイカより年上なんだが、まあ付き合ってやるか。これで今日のレッスンは終わります。お疲れ様。ありがとうございました。高取さん、話があるからちょっと残ってもらえる？自分ですか？別に構わないっすけど。それじゃ私たちは先に戻ってるね。で、なんすか？話って。それはこっちのセリフよ。他の3人と喧嘩でもした？別にそういうわけじゃないっすけど。多分自分のやり方が気に入らないんだと思います。でも今に分かってもらえますよ。高取さん、いい機会だからダメ出しをしてもいいかしら？ダメ出し？どこがダメでした？あなたには声優としての技術がある。声もいい。キャラクターがあるしセンスもある。ベタ褒めじゃないっすか。参ったな。でもあなたには致命的な欠点がある。自分の欠点って何ですか？高取さんの欠点は周りが見えなくなること。周りが見えなくなる。あなたは何事にも一生懸命。それはとても素敵なことよ。でも頑張りすぎて周りが見えなくなる。アテレコのレッスンでも一人でセリフを言うのは問題ない。でも誰かと一緒に会話したり芝居したりするのがまるでダメ。もっと
と周りに合わせろってことっすか？無理に合わせろとは言わないわ。でもね、ちょっとだけ弾いてみたら？ちょっとだけ弾いてみる？そう、ちょっとだけ弾いてみると視界が広がる。今まで気づかなかったいろんなものが見えてくる。大切なものが見えてくる。大切なもの。ただいま。あ、マイカちゃんが帰ってきた。遅いよ。志保、お風呂入れてきて。了解。30センチね。待ってないで先に入ればよかったのに。私たち考えたの。30センチでも肩までゆっくり浸かれる方法。みんなで一緒にお風呂に入ろう。一緒に？そうすればお湯が増えるでしょ。30センチでも座ったまま肩まで浸かることができる。どう？いいアイデアでしょ。お湯入れてきたよ。ありがとう。それじゃあみんなで入ろう。みんな嫌じゃないの？嫌って何が？節約だよ。昨日まであんなに嫌がってたじゃん。しょうがないよ。マイカがあんなに頑張ってるんだから。マイカちゃんだって私たちのことを思って節約してくれてるんだもんね。みんな。ちなみに9時で消灯しても大丈夫。実家から大量にろうそく持ってきたから。ろうそくで生活するのもムードがあっていいかも。もういいよ。もういい。もういいって何が？ちょっとだけ弾いてみることにする。ねえ、どういうこと？わかるわけない。お風呂のお湯30センチじゃなくていい。無駄に溢れさせなきゃいいよ。消灯時間も決めない。無駄遣いさえしなきゃそれでいいよ。本当に？正直めちゃくちゃ助かる。どこをどう節約するかみんなで話し合おう。みんなで決めよう。賛成。それがいい。でも今日は一緒にお風呂入ろうよ。すっごい楽しそうじゃん。そうしよう。みんな仲良くだよ。お母さんから電話だ。なんだろう。はい、もしもし。ほのかの実家ってどこだっけ？確か茨城だったよね。嘘でしょ。なんだ？ほのかちゃん泣いてる。それでは今日もレッスンを始めます。よろしくお願いします。あれ、月井さんは？それがすごい泣いてたな。ほのかちゃんはすごく可愛がってたみたいだから。そう。今日のレッスンは休み？いや、そういうわけではないけど。じゃさっさとやろう。いない人を気にしてもしょうがない。しほちゃん
冷たいな。わかった、考えてみる。じゃあ切るぞ。電話、誰から？実家、人手が足りないから手伝いに来いって。志保の家はお寺だもんね。行くの？私がいても役に立たない。そんなことないと思うけど。前も私の声が不謹慎だって客に怒られたし。声が不謹慎って、声優としては恵まれた声だけどね。声優だって同じ。どういうこと？今日のレッスンで先生に言われた。声のせいでやれる役が限られてる。確かにシリアスな役は厳しいかもね。どんなに頑張って演じてもこの声のせいで台無し。そんなことないよ。だから葬儀の手伝いはしないし、ほのかとも喋らない。ほのか？どうして？ほのかは悲しんでる。私が何を言ってもムカつくはず。それはないでしょ。そうに決まってる。でもそういう声なんだからしょうがないし。寝る。志保ちゃん。ありゃ何を言っても無駄かもね。よっぽどひどいこと言われたんだね。トラウマなんだよ。そうだな。才能あるのにもったいないよね。ほのか、大変だったわね。ご心配をおかけしました。もう大丈夫なの？はい、もう落ち着きました。明日からレッスンに出ます。無理はしないようにね。ありがとうございます。頑張って。失礼します。実際はどうなの？そう。失礼します。実際はどうなの？そう。ほのかちゃん、プリン食べる？甘いもの食べると太るし。大丈夫だよ。ほのかちゃん運動してるし。最近全然できてないよ。それどころじゃなかったし。あ、ごめん。ほのかは大丈夫でしょ。少しくらい筋トレしなくても。そんなわけない。トレーニングをなめないで。ごめん。あ、マネージャーさん。助かった。ほのかとどう接していいかわかんなくて。志保ちゃんなんてほのかちゃんと一言も喋ってません。マネージャー、私何日もレッスン休んじゃったから、正直みんなとかなり差がつきましたよね。今からでも大丈夫。そんな甘い世界じゃないでしょ。はあ、実家出る前あの子に宣言してきたのに、絶対に立派な声優になるって。そっか。悲しいこと
思い出させてごめんね。ほのか、いい加減にしろ。みんなが気を使ってるのわからないか？ちょっと。二度とそんな陰気臭い顔するな。志保が言うのか、それ。志保には私の気持ちなんてわからないよ。わからない。私はほのかじゃないし、ほのかの犬のことなんて知らない。最低。最低だよ。最低で結構。あなたなんて大嫌い。嫌いでもいい。二度と顔も見たくない。それでも僕は君に会いに行く。何度でも何度でも。どうしてそこまでするの？決まってるじゃないか。僕は君をあれ？どうしたの？はい、ここまで。一旦止めます。すみません。狩野さん、どうしたの？言えない。言えない？セリフが言えないってこと？このキャラがこんなこと言うのおかしい。ありえない。だからってセリフを言わないのはダメでしょ。ほのかと違ってこだわりがある。私にはこだわりがないってこと？じゃあマネは黙ってて。キリカ先生、すみません。あの二人、今喧嘩中で。セリフが言えない？そこがこだわり？冗談でしょ？そんなのはただのわがままよ。わがまま？声優の仕事は与えられたセリフに命を吹き込むこと。あなたは仕事を放棄してるだけ。でも私の声に合ってない。この声じゃこのセリフは言えない。あなたには素晴らしい声がある。テクニックもある。でもそれがネックになってる。ネック？声やテクニックに頼っちゃダメ。心で演じるの。心で演じる？そのためにキャラクターの心と向き合いなさい。そうすればどんなセリフも言えるはずよ。次回までの宿題にするわ。考えておいて。マネージャーさん、心配して来てくれたんですか？全然ダメ。二人とも部屋に閉じこもって話もしない。いません。ご用件の方はメッセージをどうぞ。ピー。新聞なら間に合ってる。今忙しい。
ジャーマネとコントをやってる時間ない。あくび。次元爆弾の解除。悪いけどジャーマネと漫才してる時間ない。宿題難しい。わけわからん。なんで？はーい。 CIA だ。おとなしくしろ。何の用？ノリが悪い。マネージャーを見習え。は？何してた？トレーニングだけど。他にやることないのか？トレーニングしてるといろんなことを忘れられるの。むしゃくしゃすることも悲しいことも。で、何の用なの？ほのかの家の犬はどんな犬だった？え？教えてくれ。ベラっていうの、とても人懐っこい子だったよ。いつだって私に元気をくれた。どんな時も？声優になるのを親に反対されてしょぼくれていた時も、いつも私の隣にいてくれて元気づけてくれたんだ。そうか。あの子に声優になった私の姿を見せたかった。志保、泣いてるの？ほのかの気持ちになってみた。実家の寺の手伝いをしてる時、私の声に怒った客がいた。私はこの不謹慎な声のせいだと思った。でも大事なのは声じゃない、心だ。心が足りなかった。心。ほのか、辛かったな。志保、今はベラのために悲しんでやるといい。そうだね。あなたなんて大嫌い。嫌いでもいい。二度と顔も見たくない。それでも僕は君に会いに行く。何度でも何度でも。どうしてそこまでするの？決まってるじゃないか。僕は君を愛してる。はい、そこまで。志保ちゃん、すごい。狩野さん、一皮むけたわね。何かあったのかしら？あざーす。空き巣ですか？戸締まりとかしっかりしないとダメですね。確かに危機管理能力は低いかも。
わかりました。私にお任せください。というわけで、改めてみんなの危機管理を徹底したいと思います。なんでほのかが仕切ってんだよ。ほのかちゃんが任せてくれって言うから。そこおしゃべりしない。すみません。じゃあまずは春菜、部屋の鍵はちゃんと閉めてる？時々忘れるかも。そうやってぼーっとしてると犯罪に巻き込まれるよ。気の緩みが心の緩み。はい。何？繰り返して。気の緩みが心の緩み。気の緩みが心の緩み。次、マイカ。鍵はちゃんと閉めてるぞ。ドアの鍵はね。ただ窓はずっと開けっぱなしだよね。エアコン使いたくないんだよ。だからって薄着で窓全開は危ないでしょ。マイカだって一応女の子なんだから。一応ってなんだよ。大丈夫、その油断が赤信号。はい。大丈夫、その油断が赤信号。そして志保。ドアも窓もちゃんと閉めてる。しほちゃんはいつも閉め切ってるよね。カーテンも閉め切ってる。暗い部屋でキャンドルつけてると落ち着く。キャンドルっつうか仏壇のろうそくだけど。そのろうそくちゃんと消してから寝てる？たまに忘れる。火事になったらどうするの？必ず消してから寝て。前向きに善処する。政治家みたいなことを言わない。ではご唱和ください。戸締まり用心、火の用心。はい。言いたくない。志保の部屋の前で毎日大声で言い続けるよ。戸締まり用心、火の用心。よろしい。では今日から私が寮の周りをパトロールします。ほのかがパトロール？もし何かあったら危なくないかな。安心して、伊達に普段から鍛えてないから。それにしたって私がみんなを守る。私がみんなのサンダーウーマンになる。サンダーウーマン？サンダーウーマンって何？知らないの？アメコミのヒーローだよ。ごめんね、アメコミは詳しくなくて。自分も全然わかんない。私知ってる。映画でやってた。そう、鋼のボディとスーパーパワーを持ってるの。女の人だけが暮らす島にいて戦いながら島を守ってる。そうなの。この寮も女の子しかいないでしょ。だから私もこの寮を守るため戦うサンダーウーマンってこと。ほのかちゃんはそのサンダーウーマンに憧れてるの？憧れてるっていうか、なりたかった。なりたかったってどういうこと？本物のサンダーウーマンになりたいって本気で思ってたの。幼稚園くらいの時？中学生くらいまでかな。割と最近だな。でもそれは叶わない夢だってことに気づいた。
気づくのがちょっと遅い。いいでしょ、夢なんだから。ほのかちゃんってすごくしっかりしてるのに、どこか小さい男の子みたいなところがあるよね。そうだよ。ダメなの？そこが魅力だと思う。ありがとう。でも見つけちゃったの。サンダーウーマンになれる方法。もしかしてそれが声優？そう、声優ならサンダーウーマンになることだってできる。なれるっつうか声だけだけどな。いや、セリフを言うにはその人物になりきる必要がある。つまりサンダーウーマンのセリフを言うとき、ほのかはサンダーウーマンになれる。そうなの。だから私は体を鍛えてるの。サンダーウーマンは鋼の体とスーパーパワーを持ってるから。そうだったんだ。素敵な話。今そのサンダーウーマンの声は誰がやってるんだ？唐木ゆりって人。知らないな。私もよく知らないんだよね。でもすっごく素敵な声優さん。マネージャーさん、こんばんは。バッチリです。マネージャー、唐木ゆりって声優さん知ってる？知ってるんですか？ちょっと思い出してくださいよ。ほのかちゃんの憧れの声優さんらしいんです。憧れというよりライバル。そうだよ、その人からサンダーウーマンを奪い取るんだろ。そうだね、ライバル。誰が相手でも負ける気はないからね。もうダメ。もう逃げられない。私たちやられちゃうの？誰か助けて。ここまでのようだな。死ね待つんだ。誰だ貴様は。みんなのことは私が守る。小尺な、お前から相手をしてやる。えりゃ今度こそ本当に終わりだわ。まだ終わりじゃない。諦めたらそこで試合終了よ。私はみんなを助けたいの。みんなを助けるためなら命だって惜しくはない。黙れ黙れ。自分の命より大切なものなどあるものか。あなたにはわからないでしょうね。死ねー。うおりゃー。はい、そこまで。お疲れ様。ありがとうございました。ほのかちゃん、熱演だったね。ヒーローものであいつに勝てるやつはいない。っていうかキリカ先生もすごくね。すごい迫力だった。キャラが乗り移ってた。やっぱりそうだったんだ。昔の話よ。でもどっかで先生の声を聞いたことある気がするんだよね。どうして今はやってないんですか？そうだよ、もったいない。まだまだいける。ありがとう。
でも今は違うことにやりがいを感じてるの。あなたたちのような卵たちを育てることにね。何を思い出したんですか？唐木ゆりがキリカ先生の芸名？そう、ゆらキリカを並べ替えて唐木ゆりって芸名にしてたの。じゃあキリカ先生がほのかちゃんのライバル？ライバルって何？なんでもないです。そういえばサンダーウーマンっていうアメコミの吹き替えをやってる時、小さな女の子からファンレターもらったことがあるわ。私の夢はサンダーウーマンになることです。いつかあなたからサンダーウーマンをもらいますって。生意気な子供ですね。でも嬉しかった。それくらいサンダーウーマンが大好きってことでしょ。声優をやっててよかったって思ったわ。キリカ先生はその子のヒーローだったんですよ。きっと今でも。私が引退してから新しいサンダーウーマンはまだ決まってない。その子が新しいサンダーウーマンになるチャンスはあるわね。そうですね。でも簡単にサンダーウーマンにはなれない。たくさんレッスンしてもっともっと上手くならないとね。もっともっと頑張りなさい。頑張ります。もうすぐオーディションだよ、仮面さん。私うまくできるかな？大丈夫。春菜ならきっとできるよ。亀井さん、今日までずっと頑張ってきたんだ。きっとうまくいく。でもやっぱ明日が怖くてじっとしてられない。亀井さんならこういう時どうする？精神統一。なるほど。春菜には仲間がいる。仲間と仲良く話すことで落ち着くかもしれない。仲良く話す。私みんなとお話ししてくる。91、92、93、94。あ、ほのかちゃん。97、98、99、100。あ、春菜、どうしたの？リビングに誰かいるかなーって。ほのかちゃんは今日も筋トレ？スクワットを100回やろっかなって。すごいなー。私なんて100回もできないよ。毎日やればできるようになるよ。トレーニングは毎日続けることが大事。さて、次は腹筋。あ、いや、腕立て伏せか？ベンチ上げでもいいな。まだやるの？なんていうか、トレーニングしてないと気が済まなくて。はあ、気になり始めたら寮にいるのも落ち着かなくなってきた。ただいまー。あれ、二人ともここで何してるの？おかえり、マイカちゃん。で、どうしたのその袋？ああ、なんていうか食べたくなって。
我慢できなくてというか、なんというか、贅沢はダメなの分かってるんだけど、なんでこんなに買ったんだろう。あ、私このお菓子好き。ちょっとちょうだい。1個120円。金取るの？春菜、いるか？しほちゃん、どうしたの？春菜の部屋にお邪魔したい。部屋？なんで？なんとなくお邪魔したい。ダメか？いいよ。こっちおいで。春菜の部屋は相変わらず普通だな。そうかな。あ、カニエさんだ。久しぶりだな。亀井さんだよ。カニオさんは緊張するのか？亀井さん、どうだろう。あんまり緊張しないと思う。春菜に聞いてない。亀井さんに聞いている。え？亀井さんに？一体どうしたんだろう。春菜、亀井さんはなんて言ってる？緊張はしないって言ってる。ふむ、亀井さんは緊張したらどうする？しほちゃん？何か言ってる気がする。春菜、通訳。深呼吸して自分を落ち着かせなさい。何があってもいつも通りでいることが大事です。いつも通り、それは難しい。失敗したら死ぬかもしれない。それは大げさ。亀井さん、いいやつだな。言ってること分かったの？そうか。なるほど。しほちゃんが亀井さんと話してる。なんかいつもと違う。そういえばほのかちゃんもまいかちゃんもいつもと違ったな。普段のほのかちゃんなら部屋でトレーニングするし、まいかちゃんは節約ってお菓子我慢するし。みんな緊張してるんだろうな。私がなんとかしなくちゃ。そうだ、みんなに聞いてほしいことがあるの。で、なんで春菜の部屋？春菜が話したいことあるらしい。ああ、志保、お菓子食べる？やっぱ食べきれなくて。マイカが人に分けるなんて珍しい。ねえみんな、私今走りたい気分なんだけど、ちょっと行ってきちゃダメかな？ダメだ。春菜が話をすると言ってた。みんなに聞いてほしい話なの。私が声優を目指すきっかけのお話。私ね、学校では居場所がなかったんだ。学校ではいつも一人で、友達もいないから、家に帰っては部屋にこもってアニメばっか見てた。なんとなく学校に通って、なんとなく先生の話聞いて、なんとなく一日を過ごして、全然楽しくもなんともなかった。でもそんな時に
あるアニメのキャラクターがこう言ったの。誰にでも羽ばたける空がある。それ前も言ってたな。それってアニメのセリフだったんだ。私、体中に電気が走ったの。気づいたら涙が流れていて、私も羽ばたきたいなって思った。それで声優に？みんな、今日はずーっとそわそわしてるよね。きっとオーディションを目の前にしてるからなのかなって思ったの。頑張らなきゃ。成功するかな。失敗しないようにしなきゃ。考えすぎてみんな落ち着かなかったんだよね。私も不安で亀井さんに相談したの。お話しすると落ち着くよって言われて、みんなのところに行ったら、みんないつもと違っててびっくりした。そしたらさっき亀井さんと志保ちゃんがお話ししてて、この話をみんなに言おうって思ったの。私たちならきっと大丈夫。根拠なんてないけど、でも今日まで頑張ってきたから、きっと明日も大丈夫。春菜。そうだね、春菜の言う通り。なんか話聞いてたら気が楽になったよ。やっぱ春菜がリーダーで正解だったね。どこかの誰かさんよりずーっとみんなのこと見てる。マイカ、何か言った？別に。マイカ、その顔最高。ほのかも最高だよ。春菜は太陽だな。太陽？太陽は漢字で何と書く？太陽の陽は宗教でも引用として使われる。陽はすなわち明るい存在、皆を照らす太陽。名前に恥じないいい性格だ。陽？もしかして春菜の陽？志保、いいこと言うじゃん。ほんと春菜は自分らの太陽だね。これからもたくさん迷惑かけちゃうかもしれないけど、よろしくねリーダー。みんなありがとう。お礼を言うのはこっちだよね。そわそわ治った。お腹減ったからお菓子食べるぞ。ダメ、あげない。お菓子は1日1個だけなの。さっきあげるって言ってただろ。やっぱダメなの。これは自分のなの。いつものマイカに戻ったな。よーし、じゃあ今日はみんなで前夜祭だ。賛成。ほのか、肉買ってこい。なんで私が買い出し役なのよ。肉は贅沢だからダメだ。ねえ、買い出しみんなで行こう。いいね、行こ賛成。う。では皆の者ついてこーい。待ってみんな。はい、そこまで。
うん以前に比べて本当に良くなった。それぞれ課題もクリアしているわ。頑張った甲斐はあったね。少し自信がついてきたかも。みんな本当に上手になったと思う。春菜もな。今日はこれで終了します。そういえばそろそろじゃないかしら。今日みんなに集まってもらったのは他でもありません。先日みんなが受けたオーディション、来期から始まるアニメ「魔法少女協会マジックワークス」の結果についてです。どうだった？早く教えてくれ。オーディションの結果は、お願いします。受かっててください。正直これは奇跡だわ。よく頑張ったわね。全員合格よ。やった！全員合格！すごい、本当に奇跡だよ。しほちゃん、やったね。いや、恐ろしい。恐ろしい？志保はよく分かってるわね。これはゴールじゃない。ここからがスタートなの。あなたたちはプロとしての仕事をしなくちゃいけない。いろんな人の期待に応えなくちゃいけないの。それに今回の作品は人気作品のリメイク。新規で見る人はもちろん、昔からファンだった人の期待にも応える必要があるわ。そういうことか。確かにそうですね。でも負けません。絶対にいい仕事をしてみせます。絶対にいい仕事をしてみせます。よし、やってやる。任せといてくださいね、志保。死ぬ気でやる。その意気よ。じゃあ配役を発表するわ。オーディションを見て監督が配役を決めたの。嘘。私が主役？これは皆さんにとって初めての仕事です。しっかり準備して本番に挑んでください。はい、よろしくお願いします。当然頑張る。はい、よろしくお願いします。はい、頑張ります。それじゃあマネージャーから台本を受け取って帰って。お疲れ様でした。私が主役の大崎茜役。私に主役なんてできるのかな。マイカちゃんも主役がやりたそうな様子だった。マイカちゃんならきっと素敵な大崎茜になるんだろうな。でも私が主役。この私が。やったー！嬉しい。ダメダメ、浮かれちゃダメ。こんなとこ見られたら。でもちょっとぐらい喜んでもいいよね。みんな先に行っちゃって誰も見てないし。よし、何か美味しいもの食べて帰ろう。
今日は自分にご褒美をあげちゃおう。お腹すいたな。何食べようかな。みんなってどうしよう。今の私はつい有頂天になっちゃう。でもみんなの前でそんな姿見せたら品種買っちゃうし。でも断るのも。はい、ちょっとお腹が痛くて。いや、病院に行くほどじゃないような気が。ですよね。でも違うんです。お腹が痛いのは私じゃなくて亀井さんなんです。生き物ですからお腹ぐらい痛くなりますよ。今朝から食欲もないし心配してるんです。春菜、何してんの？みんな待ってたんだけど。あれ？亀井さんすごく元気だったけどな。また春菜の部屋から脱走して暴れ回ってたよ。じゃあ私の勘違いかも。そっかそっか、よかった。早く行こう。志保もマイカも待ってるよ。わかった。今行く。どうだろう。楽しめるかな。不安だよ。ねえねえねえ、聞いて聞いて。そんなに慌ててどうしたの？さっき志保に筋トレ教えてくれって言われたの。志保が筋トレ？ほら、よく珍しいことすると雨が降るって言うじゃん。志保が筋トレなんて雨どころじゃないよ。そりゃ憧れのマジックワークスができるんだもん。張り切るのは当然だよ。それにしてもあの志保だよ。今に天変地異でも起きるんじゃない？天変地異って何？わかんないけど、巨大な隕石が落ちてきたり。そんな、まさか。みんなこんなとこで何をしてる？いや別に。あ、ほのか、さっきは筋トレ教えてくれてどうも。腹筋を鍛えるには毎日あれを3セットやればいいんだな。無理そうなら2セットでも。いや、5セットやろうと思ってる。あんまり無理しない方がいいんじゃない？マジックワークスの収録まで時間がない。多少の無理は仕方がない。確かにちょっと異様だな。マイカ、何か言ったか？いや、なんでもない。そうだ、冷蔵庫に入ってる私のプリン食べていいぞ。なんでくれるの？なんでって食べたがってたから。食べたいんだろ？まあ。変なやつだな。それじゃ。行っちゃった。やっぱ明日あたり隕石が落ちてくるかもな。ええ、さっき部屋に戻っていきましたけど。
きます。マネージャー、志保に頼まれた資料ってなんすか？今さら資料なんて必要ないだろう。志保なら全部知ってるはずなのに。じゃあマネ、余計なこと言わない。いくらジャーマネでも松代まで乗ろうから資料どう思う？志保ちゃん、張り切ってますよね。張り切ってるっていうか、知らない言葉って何ですか？マネージャーさん、こんばんは。今ほのかちゃんはマイカちゃんと数学の宿題をしてます。黒川小鳥はアルバイトでお金を稼ぐ設定だし、ちょうどいいって。それじゃあ次の問題ね。ゆめこちゃんはリンゴを20個持っていました。ちょっと待って、なんで20個もリンゴ持ってるの？知らないよ、そういう文章問題なんだから。気になって問題文が入ってこないんだけど。ゆめこちゃんはリンゴが好きなの。いくら好きだって20個は多いでしょ。うるさいな。リンゴジュースにするんでしょ。あとアップルパイとかリンゴジャムとか。そんなにリンゴが好きなのか。続きを読むよ。ゆめこちゃんはリンゴを8個落としました。落としちゃダメでしょ、大好きなのに。誰だってうっかりすることあるでしょ。続きね。そこに夏子ちゃんが来て3個を拾ってくれました。3個だけ？残り5個は？残りは谷底に落ちちゃったの。谷底？ゆめこちゃんちはどこにあるの？ゆめこちゃんちは山の上にあるんだよ。山ってどこの山？細かいな、いちいち。だいたいさ、夏子ちゃんって何なの？なんで山にいるの？いつからゆめこちゃんの近くにいたの？リンゴ運ぶの手伝ってくれればいいのに、意地悪な子なの？はいはい、そうだよ、そうそう。あ、めんどくさくなった。ゆめこちゃんは拾ってくれたお礼に 20% のリンゴをあげました。残りのリンゴはいくつでしょう？ごめん、全然問題が頭に入ってこない。細かいツッコミ入れてくるからでしょ。じゃあ勘で答えるね。12個。これが当たってるから不思議ね。じゃあ次はテストやろうか。テストか。簡単なのにしてよ。ある程度難しくしなきゃ勉強にならないでしょ。いよいよ明日は収録本番だな。すごいそわそわするけど、春菜とかはもっと緊張してるんだろうな。よし、春菜のためにもちょっと元気づけてやるか。春菜のためにも。ほのか、リビングで腹筋しないで。暑苦しい。ごめんごめん。明日が収録本番って思うとなんだか落ち着かなくてさ。気持ちはわからんでもない。でもそれを言うなら春菜の方が緊張しているはず。そうだよね。ただでさえ前に出るタイプじゃないのに、初めての仕事で
いきなり主役に大抜擢だもんね。そう。だから我々は春菜の緊張をほぐしてやるべき。それが正しい。もしかして志保も緊張してる？そんなことはない。まあいいや。それじゃ2人で春菜の部屋に行こっか。明日は収録本番。緊張して寝られないよ。リビングには誰もいないし、もうみんな寝ちゃってるのかな。私も寝られるかは別にしても布団にだけは入っておこうかな。亀井さん、ただいまーってあれ？春菜、おかえり。このクッションすごくふかふかで触り心地いいね。春菜、亀次郎が餌を欲している。あげてもいいか？春菜、ちょっとお邪魔してるよ。どうしてみんなが私の部屋に？ほら、春菜が緊張してるかなって思ってさ、元気づけに来たんだよ。さっきまでそわそわしていたくせに偉そうなやつ。そういう志保だって普段はわざわざ春菜の部屋になんか来ないよね。亀太郎の様子が気になってな。みんな私のためにありがとう。すっごく嬉しい。明日はうちらのデビュー戦だからね。結束を固めるのも悪くはないでしょ。そういえばなんでマイカは枕持ってきてるの？結束といえば一緒の布団で寝る。これ常識でしょ。そんな常識聞いたことない。でもみんなで一緒に寝るのはいいアイデアかもね。まあ構わないか。それじゃあ私たちも枕持ってこよっか。私のベッドにみんな入りきれるのかな。ほのか、もっと詰めてよ。こっちだってギリギリなんだって。狭い。やっぱり結局あんまり寝られなかったな。肩は痛いし、ところどころ蹴られた気がする。でも昨日よりも緊張は収まった。みんなのおかげかな。ほらみんな起きて。今日は収録当日だよ。これからいよいよ収録が始まるわ。プレッシャーを与えるわけじゃないけど、これはプロの仕事よ。はい、分かってます。プロなら監督の要求通りの仕事をしなくちゃダメ。それができた上で監督の期待以上の仕事をしなくちゃダメ。精一杯頑張ります。この仕事がうまくいけばきっと次につながる。そうやって一つ一つ丁寧に仕事をしていけば、いつか立派な声優になれる。その通り。ここからがスタートよ。さあ行ってらっしゃい。はい、行ってきます。皆さん、今日は収録お疲れ様でした。手応えはどう？満足いく仕事はできたかしら？正直よく覚えてません。とにかく監督の要求に応えるのに必死で。自分も
プロとして呼ばれてんだなって思ったらすごい力入っちゃって。私は余裕、楽勝、大満足。嘘。志保、台本逆さに持ってたじゃない。あんな失敗漫画でしか見たことないよ。あれは場を和まそうと思って。周りは引いてたけどね。あれで緊張が取れた。逆に私がガチガチに緊張したけどね。実は収録が終わってから監督と話をしてきたの。期待以上だった。また一緒に仕事がしたいって。本当ですか？おっしやりよかった。安心した。まあこんなもんだろう。あれ？マネージャーさん泣いてるんですか？今時そんな古い言い訳するやついない。なんか私まで泣けてきちゃった。まあでもここまで来れたのもマネージャーのおかげだよ。ありがとうございました。感動に浸ってるとこ申し訳ないんだけど、あなたたちはこれで終わりじゃないのよ。今回の収録は良かったけど、あなたたちはまだまだ卵なの。これからもっともっとレッスンしてもっともっと素敵な声優になります。その意気よ。じゃあ早速明日から歌とダンスをレッスンしてもらうわ。歌とダンス？まさか私たちがステージに立つとか？マジっすか。番組のイベントとかあるし、役をもらった以上演技だけというわけにもいかないの。結果を残してファンを増やして、いつか大きなステージに立ちなさい。わかりました。マネージャーさん、これからもよろしくお願いします。